情報理工学系研究科システム情報学専攻、今博士1年、姜イティンと申します。私たちの研究室は認知神経科学、特に視覚現象に関する神経ダイナミクスを研究している研究室です。特に視覚の錯覚現象とか、あとは脳活動からどういう視覚情報が読み取れるかという研究テーマを取り組んでいます。私の研究テーマは脳の電気活動と私たちの体の自律神経活動はどういうインタラクションをしているのかを研究しています。具体的には脳波っていう脳の電気信号と心拍や呼吸や皮膚電気活動とかの体の信号はどういう関係があるのかで、私の研究としては特に心拍や呼吸とかの自律神経の信号から脳波を推定できるかっていうテーマを研究しているところです。私たちの研究室はそうですね、研究についても研究以外のことについてもすごく議論しやすい場所だなと思ってます。毎週グループミーティングとかジャーナルクラブとかが行われて、でそういう時に先生たちから学生たちからもみんなわからないことについて質問を聞いて、で深く議論できる雰囲気と思います。最近特に脳と自律神経のインタラクションについての論文読んでいるんですけど、でそしていくつかインパクトが大きな論文を読んで、で一番面白いと思ったのは、心拍から脳に上る信号は実際的に私たちの視覚認知に影響しているっていうのが論文一つあって、この研究ではすごく厳密に手法を使って本当に心拍から脳に上る信号がその視覚に影響しているのか、それとも他の脳のダイナミクスからの影響であるのか、厳密に研究して最後に心拍から上る信号は視覚に影響している結論に導いたということです。心拍が視覚に影響する現象に驚いただけでなく、どうやってこの答えを見つけたのかをすごく勉強になりました。そうですね、今年初めて日本の学会に参加に行きました。でその学会の前に発表練習は本当に何回も練習して、で先生たちからいろんなアドバイスをしてくれて、でどのように分かりやすい発表を学会でできるのかを、そういう方法についてすごく勉強してきました。で学会の場でも最初は緊張だったんですけど、思ったより質問を聞いてくれる人が多くて、でその場で2時間ぐらいその周りの人と自分の研究に関しての話をしてたことです。東大の生活としてはやっぱり自分は留学生なので最初は日本語の会話もあまりできなくて、人とのコミュニケーションは最初足りなかったんですけど、東大のこういう2年間3年間の生活を通じて、で
自分のコミュニケーション能力がすごい伸びたという感じがしました。修士2年の時にある脳科学のプロジェクトに参加しました。あと今も参加しています。このプロジェクトは脳科学のエビデンスブックを作って、で脳科学の問題を社会の人に見せる目的を持っています。例えば今脳科学の研究からどういう答えが出てくるのか、あとはその将来いくつか脳に関する製品、脳刺激の製品が出てくるかもしれません。でそういう製品は私たちの生活にどういう役に立つのか、本当に効果があるのかっていう答えをどんどん答えていくエビデンスブックであります。そのエビデンスブックは今も作ってる途中で、今は一部公開です。実は私今まだ博士1年なので、博士1年の多くの人と同じくてまだ迷っているところです。大枠としては2つの選択があると思います。で一つは業界に行って会社で研究活動をするという選択と、学校に行ってで学校で研究をするという選択がありました。でそこで私はまだ迷ってるんですけど、主にこれからも研究活動をしていきたいなと思っています。自分が重要だと思う研究者としての態度は、他の人から与えられたタスクじゃなくて、でしっかり自分が好きなテーマを持って自分で解決していくっていうのが一番重要だと思います。でシステム情報学専攻の中で本当に幅広い研究テーマがあって、でそれぞれの研究室のテーマも使っている手法も全然違うので、入学志望する時にこの専攻の中で自分が一番好きなテーマ、あと一番興味を持ってる物理現象とかを見つけておいた方がいいかなと思ってます。